マインドフルネスは他にも脳を良い方向へ変え、恐怖を抑えて共感力を向上させたり、トラウマ症状の改善が期待できたり、ストレスの軽減や睡眠の質の向上や抑うつ症状の改善やうつ病の再発防止にもなるとされています。また、長期的に続けていると、そのうち思考は通り過ぎていくものだということに気づいてくるかもしれません。今苦しい人は思考が自分を苦しめていますが、その自分を苦しめる思考もやがては消えていくということに気づいてくるかもしれません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。皆さんはマインドフルネスはご存知ですか？マインドフルネスとは、過去や未来のことを考えていたり、無意識で何かをしている状態ではなく、まさに今ここで起こっていることに意識を集中させている状態を言います。例えば、簡単で手っ取り早いのは、呼吸に意識を集中する方法があります。呼吸瞑想と聞くと、中には怪しい宗教のように聞こえる人もいると思います。そう思って、今までは他の媒体でもほとんど触れていないし、動画にする予定もなかったのですが、私は実体験で効果を感じているので、そしてもう今の時代は怪しいという時代ではなくなってきているので、ここで取り上げることにしました。例えば、認知療法は当初認知を変えることに重きを置いていましたが、それでは再発する人も多いということで、今はマインドフルネスを組み合わせるタイプの認知療法もかなり盛んになってきています。つまり、マインドフルネスは抑うつ症状やうつ病の再発防止に有効であるとされています。他にもいろいろな効果が望めるので、アダルト・チルドレンにはおすすめです。アダルト・チルドレンだけど何をすればいいかわからないという人は、マインドフルネスをやってみてはいかがでしょうか。今日はマインドフルネスについて話します。1、マインドフルネス瞑想の効果。2、マインドフルネス瞑想のやり方。3、間違いやすいこと。4、ポイントの振り返り。5、すぐにできること。このような順番で話します。それでは、マインドフルネスの効果について話します。マインドフルネスは10年ぐらい前はかなり怪しい存在でしたが、今の時代はやらないと時代遅れではないかと思うぐらいに広まってきています。それだけ効果がいろいろなところで証明されつつあるということです。例えばアメリカの有名な企業、Google、フォード、アップル、インテル、Facebook などなどの大企業が次々に社員研修などでも取り入れています。今では日本の企業もヤフー、メルカリ、トヨタなど他にも様々な企業が取り入れています。ここは社員研修のチャンネルではないので、企業についてはこれぐらいにしますが、マインドフルネスは今では医療の世界でも当たり前のように使われています。また、このチャンネルでもいくつかアダルト・チルドレンの問題点を話していますが、例えば、人の気持ちがわからない親に育てられた人の苦労という動画で、恐怖ばかり感じている人は、脳の共感する場所が働かないという話をしました。小さい頃から親が守ってくれなかった。逆に親にひどく責められた。親が敵だった。などで恐怖を感じながら生きてきた人は、
脳の恐怖を司る扁桃体というところが活発になっているかもしれません。このような人は脳の共感を司る部分が働かないのです。そのような脳になってしまっているということです。でも、マインドフルネスはそのような脳を変化させる効果があると分かっています。いろんな人が同じことを述べられていますが、例えば岡田隆先生は愛着障害と複雑性 PTSD という著書の中で、内省や共感の中枢である腹内側前頭前野と恐怖などネガティブな情動の中枢である扁桃体は互いを抑制し合う関係にあるが、マインドフルネスには腹内側前頭前野の活動を活発化する働きがあるのだと述べられています。つまり脳は扁桃体の活性化が弱まると共感する場所が活性化されてくるので、マインドフルネスをしていると共感力も上がるということです。他にも岡田先生は、安定が脅かされている感覚を低減するトラウマ症状の改善効果も期待できると述べられています。また、自律神経を整える働きも実証されているし、集中力を高め、心身の状態を整え、さまざまな不調を改善することが裏付けられているそうです。他にもマインドフルネスの効果といえば、ストレスの低減、血圧の低下、睡眠の質の向上、集中力の強化など、いろいろな側面で効果が期待できるとされています。また、幼少期のトラウマなどがあると、そのトラウマを見ないように、意識しないようにして自己防衛をすることがありますが、心の傷を癒すには、そのトラウマを見る必要があります。とはいえ、トラウマを直視すると、かつての恐怖がよみがえってしまって、パニックになってしまうこともあります。でも、マインドフルネスの技術を向上させることで、トラウマの恐怖には反応せずに、ただ気づくという能力を高めることにもなります。他にも忘れていたことをよく思い出したり、素晴らしいアイデアが直感的に浮かんでくるということもあります。このように多方面において良い効果が期待できるいいことだらけのマインドフルネスですが、決して即効性のあるものではありませんので、継続してやり続けることに意味があります。ではやり方ですが、ここでは呼吸に集中する方法について取り上げます。やることはとても単純です。ただ、楽な格好で楽に座って10分から20分ぐらい呼吸に意識を集中させます。息を吸っているときは鼻から入ってくる息に集中します。息を吐くときは口を通る息に意識を集中させます。もしくは呼吸をすることで動くお腹の動きに意識を集中させるのもいいです。このようにやることは単純ですが、やってみると意外に難しくて、すぐに意識が散漫してしまいます。そして雑念が湧いてきます。でも、これも当たり前のことですので、これを失敗と捉えずに、意識がそれていたと気づいた時点で、また呼吸に意識を戻します。我々は自分の自動思考に気づいていないと、その自動思考に合った行動をしてしまいます。なので、ネガティブ思考な人は、自動的に自滅的な行動をしてしまうことも多いです。でも、自分は今このようなネガティブ思考をしていると気づくことによって、自動思考に支配されずに自分で行動を選ぶことができるようになります。マインドフルネスはそのトレーニングにもなっているのです。
なので、いろいろな思考が頭の中を流れますが、その思考を追わないで、ただこんな思考が流れていると感じるだけにしておきましょう。思考を追わないとは、その思考は必要であれば後で考えることにして、今はできるだけその思考を判断しないで、ただ気づいているというだけの状態にします。思考は過去のことや未来のことを考えていることが多いです。言ってみれば、思考に入り込んで、その思考を追っているということは、過去や未来にいる状態です。なので、それは手放して、今に集中します。ただ気づいているというだけの状態にします。これは今にいます。例えば、昨日仕事でしたミスを考えていると気づいたら、だからダメ人間なんだ。今日上司に会ったら怒られるのではないか。今日も同じ失敗をするのではないか。などと過去や未来のことを考えないで、ただ自分は今昨日の失敗を考えているなと感じるだけです。そしてその思考が過ぎ去ったら、また呼吸へ意識を戻します。間違いやすいことにも触れておきましょう。まずはマインドフルネスとは、無理やりポジティブになりましょうという類のものではありません。マインドフルネスを磨くことによって、今ネガティブな思考をしていると気づいて、それを手放すということはできるようになりますが、ネガティブな思考をしてしまったから失敗というわけではありません。また、うまくいくと心が晴れたり、良いリラックス状態になれますが、外がうるさかったり、自分の内面の問題で心が乱れることもあります。これを失敗と捉えてイライラするのではなくて、これも今に集中するトレーニングと捉えましょう。外がうるさくてイライラしている自分に気づいたら、今イライラしているなと自分を観察するということです。なので、イライラしたら失敗というわけではなくて、イライラしてもその自分に気づけたら成功です。要するに人間ですので、ネガティブな思考にもネガティブな感情にもなります。それでいいということです。うまくやらなければ価値がないのではなくて、ありのままでいいということです。もっと進むと、存在しているだけで価値があるということです。では、ポイントを振り返りながら補足します。マインドフルネスの起源は禅から来ているのですが、今日では宗教的なものではなくて、医学的なものとして発達しています。例えば、スタンフォード大学マインドフルネス教室によると、がん、心血管疾患、アルツハイマーなどに関係している病気の遺伝子発現の現象が示され、さらに孤独さを減らすとさえ証明してみせたということです。マインドフルネスは他にも、脳を良い方向へ変え、恐怖を抑えて共感力を向上させたり、トラウマ症状の改善が期待できたり、ストレスの軽減や睡眠の質の向上や抑うつ症状の改善やうつ病の再発防止にもなるとされています。また長期的に続けていると、そのうち思考は通り過ぎていくものだということに気づいてくるかもしれません。今苦しい人は思考が自分を苦しめていますが、その自分を苦しめる思考もやがては消えていくということに気づいてくるかもしれません。なので、アダルトチルドレンにはぜひお勧めしたいです。ただ、継続的にやらないと目に見えた効果は現れません。そしてやってみるとわかると思いますが、習慣化するまで結構大変です。
実は私は10年ぐらい前からマインドフルネス瞑想を始めたのですが、最初の5年間ぐらいは三日坊主でした。それでも3ヶ月後ぐらいにもう一度始めて、やっぱり三日坊主というのを繰り返しました。やっと1日に1回継続してできるようになるまでに4、5年かかってます。で、やっとできるようになったその直後に1回目の緊急事態宣言になりました。あの頃はあまり外に出られなくて時間が増えたので、1日1回だったところを1日2回にするようにしました。その時から今日まで1日も休まずに毎日2回やっています。つまり習慣になると全然苦ではありません。なので習慣になるまでは大変かもしれませんが、もしよかったら興味のある方はやってみてください。やり方は楽に座って10分から20分ぐらい呼吸に意識を集中させます。その時に自動思考が流れてきますが、その思考を深追いせずに、ただ流れて消えるのを見守ります。ただ見守るだけです。慣れてくると、日常生活の中でマイナス思考をしていることにふっと気づくようになるかもしれません。そしたらその思考を手放すことができるようになります。自分の自動思考に気づいていないときは思考に支配されていますが、自動思考に気づくことで自分が自分をコントロールできるようになっていきます。なので、無自覚で生活しないで気づきながら生活するという状態を意識的に作りましょう。この動画では呼吸を取り上げましたが、何も呼吸だけに限らず、無意識でやっていることを意識的にやることで、マインドフルネスのトレーニングになります。例えば、我々は無意識で歩きますが、それを意識的に右足が地面を踏む感覚を感じたり、足が離れる感覚を感じたりすることも、マインドフルネスのトレーニングになります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、試しに5分間やってみようです。日常生活の中に今までやっていなかったことを組み入れることになるので、最初は結構大変です。でも5分間ならなんとかなる人もいると思います。最初はマインドフルネスの恩恵を得ようとする目的ではなくて、ただ5分間やるということを目標にして、よかったらやってみてください。そして、もし習慣的になったら、時間を増やしていけばいいと思います。マインドフルネス瞑想に興味がある方は、思考に支配されない、思考を重要視しないという意味で、アダルト・チルドレンは思考と現実がずれているという動画も関連していますので、よかったらそちらもご覧になってください。思考に対する力が抜けると思います。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。